の、こんにちこんにちは。は。はい、じゃあ今日のテーマは、子供のモラルを育むには、私たちを見てるだけ。でもパパがママに暴力するとか、ママがパパの悪口ばっかり言うとか、そういう風にしたらやっぱり人をいじめるなって言ったって無理じゃん。ママが人のもの盗んでるのばっかり見てたら泥棒になるなんて言ったって無理じゃない。結局は私たちかなと思ってる。じゃあ特に何も言わないと。もう行動で示すだけで、そうですね。別に何かをやったらダメと言わないと。わからないこともあると思うので、そういう時は違うことしてたら違うよって言うけど、なんだっけ、親もさ、完璧じゃないけど、自分のこの行動良くなかったっていうのがあるだったりして。そういうのを子供たちが真似したりとかもするんだと思うんだよね。自分のあの時の行動は間違ってたから、それは頼むから、それはやっちゃダメだよ。私もほら、よく怒ったりするじゃない。そういう時は自分でも気づいたら、必ず言うようにはしてる。さっきごめんねって、変なことで怒っちゃってごめんねっていうのは言ってる。それをやっちゃダメじゃなくて、やっても謝ればいいんだ、みたいになるじゃないですか。でもそれは、なんか親だって間違ってることをするっていうのと同じで、ずっと、正解が一つだけってわけでもないし、彼が、これから生きていく上でもずっと同じことの繰り返しなの。モラルに反することをなるべくやらない人間になるっていうだけで、全くやらない人間を作れなくない？自分のやったことを謝るってすごい難しいとこ。特にもうやっぱり世の中でも上司が後輩に謝るとか、部活で先輩が後輩に謝るとかっていう時にちゃんと謝れてるなって思ってる人、思える人ほとんど見たことないけど、逆にそれができる人もこの人すごいなって、それできる自信ありますか？ないですけど、あなたは？逆にもう大学時代からそういう先輩に絶対なりたくないなと思ったので、遅刻して自分は後輩を叱るくせに、自分が遅刻した時にヘラヘラ笑い、遅刻しちゃってごめんよとか、もうそういうの絶対嫌だったので、それが子育てに関してもそうありたいと思ってますよね。どういう時に謝るとなるんですかね。自分がイライラしてるから、怒っちゃった時とかに、きつい言い方してごめんねとか言うと、大丈夫だよとか言ってくれるんだけど、なんかそれって結局私の自己満というか。謝ったからってやったこと消えないんですよね。そう。で、傷つけちゃった気持ちは変わらないわけじゃない。そう。で、謝ったら、やっぱりそれを受け取った側って、いいよって言うしかないんですよね。そうなんいいよ、気にしてないよってなるけれども、記憶からはそんな簡単に切れないよね。そんな嫌なこと。でもじゃあだからって言って、相手に対しても、悪いことしちゃったなって思ってるのに、その事実は消えないからそのまんまにしますか？ごめんなさいも言わない。言ったところで自己満だなっていうのだから。ごめんなさいを言うことに、自分はごめんなさいを言うことに、なんていうか、言葉としてのなんかそんなに意味をあんまり感じなくて、まず申し訳ないと思ってるということを伝える。で、次はそれが起こらないことを伝えるということが重要なのかなと思ってるね。だから、笑いながらヘラヘラしてごめんなさいだと、俺はもう一回同じことを起こしてもう一回この態度を取るつもりなんだろうなと思ってるから、全くそういう謝り方に価値を見出さない。だからそれの答えとしては、次は起こさないという約束だと思ってるね。ごめんなさいって単純にもう申し訳ないことの表明でもなく、自己満足でもなく、もう同じことを繰り返さないよという約束であって、それを態度も含めて相手に信じてもらう。次この人はこのことを同じことをやらないっていう意思があるんだと。それがなんか大事なのかな。じゃあ親になってね、どういう時に起きると思いますか？やっぱり間違ったことを言っちゃった時とか。知らなくてっていうことですか？ほら、知識不足でというか。ただ今自分の頭の中にあるのは知識不足だね。わざわざ知らなかったっていうだけですよね。そうだね。でも、ごめん、あれは間違ってたみたいって言ってほしくない？なんか。あれ違ったわっていうことをね。そう。
多分親として一番多いんじゃないかなと思う。やっぱりこれなんでとか聞かれるので、そのうち答えにくいこととかも出てくると思うし、でもやっぱりそれが、なんていうか、とりあえずその場がしのぎで言ったものが、やがて本人が成長していく中で気づくだろうな、みたいなこととかもあるんじゃない。明日には誰か先生に聞いたらまた、まあ俺の言ったことが間違ったことバレるだろうな、みたいな。まずはそういうことがないように努力するのは前提ですかね。じゃあつまりまとめるとどういうことですか。親の行動でモラルは伝えられると。でも親も完璧じゃないから間違ったことをしっかり謝ると。形だけの謝罪じゃなくて、繰り返さないということを相手に信じてもらうと。皆さんのご意見やコメントお待ちしております。チャンネル登録、いいねお願いします。はい。ではまた次の動画で。バイバーイ。バイバイ。